フランスの皆さん、こんにちは、豊太郎と申します。ドラゴンボールスーパーというドラゴンボールの続きの漫画を描かせてもらっています。はい。ものすごく光栄なことで、自分がやりたかったことだったのですごく嬉しいです。と同時にですね、ものすごく世界的な作品の続きということで責任を非常に感じておりまして、皆さんに、ドラゴンボールの人気を下げないように、皆さんの思い描くドラゴンボールを描き続けられるように、頑張っていきたいと思ってます。少なくとも、絵を描くことに関してはもう 100% 自分の中の教科書は鳥山先生の漫画がです。でもちろん自分の歩んできた人生も鳥山先生の漫画があったから、直線的に漫画家になったわけではないんですけども、いろんなことをやって結果漫画家になったんですけども、全ての道は鳥山先生がいたんでつながってここまで来れたのかなと思っているので、もちろんなくては自分の人生はありえなかったと思ってます。おそらく作品としてこのメッセージを伝えるためにドラゴンボールを作ったっていうのは多分鳥山先生の中にないと思うんですよ。面白い、皆さんが面白いと思えて爽快でワクワクして楽しいストーリーを書きたいというのが基本だと思います。でそこにもしメッセージを読み取るものがあったとしたら、それは多分受け取り手側がその作品の中から感じていただくのはいろいろあると思うんですけども、それは多分鳥山先生が意図してこれを伝えたいってやって書いていったもんじゃないと思うんですよ。もちろん友情とか、家族愛とかそういうものは書かれてるんですけども、それを多分鳥山先生は伝えたかったわけではないと思います。面白い作品を書いていく中でそれが必要だったっていうだけだと思うので、僕もそこは引き継いでいきたいなと思ってます。自分の正直物心ついた時からほぼほぼドラゴンボールの絵しか描いてないので、自分の絵柄っていうのは実は存在しなくて、僕の絵イコールドラゴンボールの鳥山先生の画風になっているんですけども、作品の中身はまた別の人間なので、多分僕独自の考えとかやり方が入ってきていると思います。でそれはファンの方が受け入れていただけるか、鳥山先生が描いてるわけじゃないので、それをそのままちゃんと良いと思ってくれるのか、ここはちょっと違うなと思うのかはちょっと僕は分かりませんけども、自分が思うドラゴンボールを描いているので、自分が面白いと思ったものにちょっと素直に描いていきたいかなと思って描いてます。同じタイトルで「ドラゴンボールスーパー」っていう同じタイトルなんですけども、もともと鳥山先生が作ってくれたプロットがありまして、それをもとにお互い全く別の作業で作っていってるので、ストーリーも出来上がっていく時期もずれていってしまうんですけども、それは特に気にすることなく、どっちが早く行っちゃったとかどっちが遅れちゃったとかいうのはあまり気にせずに、プロットをもとにお互いいいと思う、アニメと漫画ではやれることが違いますので、お互いに面白いと思うものを作っていってるので、直接的にリンクは一部を除いてしてないって感じですね。原稿中はご飯の時間とトイレの時間と以外は全部、漫画を描いています。ピーク最も忙しい時はだいたい4時間ぐらいが続きます。ただ通常は6時間ぐらいですかね。作業工程の中で一番最後にペン入れっていうのがあるんですけども、ペン入れが一番楽しいです。下書きにもう無心でできるんで、ネームを考えたりとか、下書きとかってやっぱり構図を考えて、こういうふうにした方がいい、ああいうふうにした方がいいっていうエネルギーをすごく使うんですけど、ペン入れはここにあるものをなぞっていけばいいので、もう夢中でできるっていうか、全部難しいんですけども戦闘シーンですかね。
が一番難しいですね。あとマシンはあまり出してないんですけど、マシンとかは書くのはやっぱり難しいですね。これは多分鳥山先生の本当にものすごい人並み外れたところだと思うんで、そこにできるだけ追いつけるようにって考えると、なかなかそこが届いてないなって思ってるところですね。ストーリーは一つのシリーズに関しては全部最初から最後まで、もらえます。ただそれですと全部セリフが入ってるわけでもないですし、要は流れプロットですねっていう形なので、こっちの方自分の方でお話を膨らませて、時には大胆にプロットからちょっと外れたりもしながらも大きな流れは変えずにっていう感じで作っていってます。多分おそらく3巻で出てくるキャラクターがいるんですけども、そのキャラのですね一番最初に書いたシーンで、鳥山先生が書いてもらった、立ち姿のやつを参考に書いたんですけども、髪の毛の量がちょっとこっちからの角度だったんで見えてなかったんですよ。でちょっと少なめに書いちゃったらもっと髪の毛の量多いんだよってことで書き直しをいただいたっていうことがあります。これ面白いことじゃないですね、ただのはい、もちろんものすごく滑り仕上がってすごく責任があることなので、皆さんの期待を裏切らないようにしなきゃいけないとは思っているんですけども、あまりそればかり考えちゃうと縮こまった作品になっちゃうので、ある程度自分が面白いと思ったものに正直にやっていこうかなと思っています。鳥山先生だとなんだろうな、キャッシュマンですかね難しいですね。ルローニケンシンかな。そうですね、その辺ですね。やっぱりドラゴンボールは全然別格なんです。そうですね。2番手考えたことなかったですね。ドラゴンボールとそれ以外で考えて皆さんの、期待に応えてですねずっと書いていきたいと思ってます。飽きられないように、どんどん人気が高まっていくように、これからも求められる限りはドラゴンボールスーパーを3巻4巻5巻とずっと書き続けていきたいなと思っておりますので、皆さんも応援していただいてですね、ドラゴンボールスーパーが終わらないようにたくさん読んでいただければと思っております。よろしくお願いします。